ゲームソフトを愛するあまり、個人でゲーム開発を始めてしまった諸君、こんにちは。チャンネル主のクリエイター、ライドレックスです。画面にアバターが表示されていないのは、ゲーム画面の四隅を見せたいからで、今後、このゲーム開発シリーズ動画に関しては、アバター表示なしで投稿します。この度、エビテンサークルでは、パソコン向けゲームソフトを自主開発することになりました。アンリアルエンジンというゲーム開発エンジンを使用して、3D のアクションゲームを作るのである。おやおや、ユニティで開発するって過去動画で言ってなかったっけと思った諸君。ユニティではなくアンリアルエンジンを使う理由を話そうではあるまいか。アンリアルエンジンは、このようにあらかじめ 3D ゲームを作りやすいように、テンプレートが用意されており、銃撃戦の一人称ゲーム、アバターを操作するアクションゲーム、VR ゲームなどが作りやすくなっている。ゲーム以外にも、映画やアニメーションなどを作ることもできる。モデリングもできるので、ビルや建物を作って、建築物の完成予想図やプロモーションビデオを作ることもできるのだ。ブループリントというシステムが搭載されていて、プログラムコードを書かなくても、直感的にプログラム素材を線でつなぐだけで、ゲームを完成させることができる。ブループリントは、ユニティには搭載されていない便利機能である。そんな便利なアンリアルエンジンを使用して、エビテンサークルは今回、世界一ピンクな SF アクションゲームを作ることにした。このゲームは、DL 同人サークルのエビテン作品、セクシーロイド02という物語のゲーム化である。その DL 同人作品は、3D モデルを撮影したイラストで構成された大人の絵本なのだが、その撮影で使用した 3D モデルをそのままゲームに登場させてアクションゲームを作るのである。今、画面に映っている向かって右側の4体のモデルたちがそれである。向かって左側の3体の OL キャラクターは、セクシーロイド02の原作絵本には登場しないが、ゲーム内の脇役として登場させる予定の V ロイドモデルである。これら7体のモデルはすべて、ライドレックスがオリジナルデザインで作ったモデルたちなのである。今後、少しずつゲーム開発の進み具合を動画にして報告していきたいと思う。第1回目である今回は、ゲームの企画内容における世界観の説明と、ゲームシステムの説明を行いたい。昨今、ゲームエンジンの発達によって、個人でも企業顔負けのゲームソフトを作れる時代になった。しかもゲームエンジンは無料で使えるものが複数存在する。このアンリアルエンジンも基本的には無料である。発売したゲームの売り上げが1億円を超えた場合のみ、超えた分から数パーセントをアンリアルエンジン側に支払うという方式である。個人開発者が1億円売り上げることは稀なため、実質無料というわけだ。この動画は、アンリアルエンジンの操作方法やゲームの作り方を教える動画ではない。あくまで、ライドレックスが日常を行っているクリエイティブ作業の報告動画である。ゲーム制作工程の雰囲気を味わってもらいたいのである。このチャンネルは、ライドレックスの個人チャンネルであり、作品を宣伝するためのチャンネルだから、無料で技術を教えるコンセプトではない。したがって、アンリアルエンジンの使い方を教えてくれとコメント欄に質問を書かれても、基本的には返信できないのである。将来、ゲーム開発に一区切りついて時間的な余裕ができたら、3D モデリングとアクションゲームの作り方を Kindle 本にして出版する可能性はある。ゲーム開発には時間がかかる。このゲームが完成するには最低でも数ヶ月はかかるはずだ。いや、長引けば数年かかるかもしれない。ゲームタイトルは他にも複数制作予定だから、なおさら完成が遠のくかもしれない。最終的に完成したゲームは、Steam と DL サイトで発売する予定である。紳士の皆様はぜひ首を長くして期待していただきたい。何せ、世界一ピンクな SF アクションゲームなのだからな。それでは、ゲームの世界観から説明を始めよう。セクシーロイドの世界は、近未来の日本である。ゲームのステージは富士樹海となっている。近未来では、人工知能と人工子宮が搭載された人型ロボットが発売されており、さまざまな場所で活用されている。それとは別に、人工生物の人型トカゲがペットとして発売されており、人間はそれらと一緒に暮らして、
変態生活を満喫しているのである。そんな人間にとっては楽園でも、奴隷ペットとして扱われるトカゲたちはたまったものではない。そんな中、一部の賢いトカゲたちが人間の暴力から逃げ出し、富士の樹海内に潜伏して生活している。トカゲたちは時折町へ出て、人間やアンドロイドをさらう。さらわれた人間はトカゲの食料にされ、アンドロイドはトカゲを増やすための支給として利用されている。トカゲたちの目的は、仲間を増やして人類から独立し、トカゲ国家を作ることである。対する人間は、アンドロイドを兵士として利用し、脱走トカゲたちを捕まえている。次はゲームシステムの説明である。プレイヤーが操作するのは、富士の樹海にトカゲ退治にやってきたアンドロイドである。プレイヤーはアンドロイドを操作して樹海を探索し、アイテムや情報をゲットして、トカゲのボスが隠れる洞窟を見つけ出し、さらわれた人間やロボットを助け出すというゲームである。この図にある通り、富士樹海入り口のゲートからスタートし、トカゲが隠れている樹海でトカゲと戦いながらアイテムと情報を得て、最後にトカゲの秘密基地である洞窟でラスボスと戦い、さらわれた人間とロボットを解放するというゲームになる。ゲームクリアした場合、お宝セクシー映像を見ることができる。そしてゲームに負けた場合は、トカゲたちの前でセクシーダンスを踊らされるという恥ずかしめを受けるのである。勝っても負けてもエロいご褒美があるというゲームである。ちょっと言ってる意味がわからないと思った諸君、それで正解である。世の中は理解できるようなことばかりではないのだ。トカゲに負けたらセクシーダンスを踊らされるという世界が存在するのである。クリエイターは新しい世界を創造するからクリエイターなのであって、既存のありふれた世界を写し絵してるだけでは三流なのである。今現在予定している目玉システムとしては、ゲームを何度も繰り返して遊べるように、一度クリアしてもゲームを再度遊ぶたびに樹海に隠してあるアイテムの場所が変わったり、洞窟内部の地図が変更されたりといったランダム要素をつける予定である。また V ロイドハブに対応させて、プレイヤーが自分の好きな V ロイドを使って遊べるようにしたいと考えている。しかしながらこれらの実装については技術的に困難かもしれないので、難しかったら諦めるかもしれない。ここでゲームに関する過去の実績を話そう。ライドレックスが初めてゲームを作ったのは中学生の時である。当時まだパソコンが8ビットだった時代に、日立のベーシックマスターというパソコンを使用してシューティングゲームを作った。宇宙空間で敵の宇宙船を撃ち落とすだけの単純なものだったが、インベーダーゲームのような 2D ではなく、画面の奥から手前に向かって星や敵の宇宙船が向かってくるという 3D 感のあるゲームであった。実際には 3D ではないのだが、一点透視図法で星々が放射状に流れることで立体的に感じるゲームだったのである。それを当時のベーシックマガジンに投稿してプログラムが雑誌に掲載されたのが初めてのゲーム制作実績である。当時はベーシック言語のコードを1行ずつ書いて打ち込むという作業だったが、現代は C 言語がまとまったブロックで配布されていて、その素材プログラムをつなぐだけでゲームが完成するという便利な時代になっている。中学生どころか小学生でも出来合いの素材をつなげば凄まじいビジュアルのゲームを作れる時代なのである。アンリアルエンジンではこれがさらに発展したブループリントというシステムが搭載されており、プログラムが一切わからない人でもアイコンのようにまとめられたプログラムパーツを線でつなぐだけでゲームが完成するようになっている。こうなってくると小学生どころか幼稚園児でも作れるかもしれない。とにかく根気さえあれば誰でもゲームを作れるようになっている。ライドレックスのように素材のモデルを自分で作らなくても、アンリアルエンジンの素材ストアに行けば無料または有料で好きなキャラクターや背景素材、ゲームシステムのテンプレートそのものまで入手できるのである。テンプレプログラムに素材キャラクターを入れただけで完成してしまいそうなプログラムも格安で販売されている。映画やアニメなど映像だけ作りたい人はゲームのルールを作らなくていいし、衝突判定やら変数処理やらをやらなくて済むからもっと簡単である。こんな凄まじい機能のソフトが無料で使える時代になったのが信じられない。
20年前なら 3D 開発関連のソフトの年間使用料は問答無用で100万円近くしていたのだからな。中学でゲームを作った俺が次にゲームに関わったのは上京後に就職した美少女ゲーム会社であった。そこで CG グラフィッカーをやったが、パソコン上で絵を描くより手書きの絵の方が得意だったため、フリーランスにしてもらって原画やキャラクターデザインを引き受けるようになった。最終的にはプレイステーションソフトを開発しているバンダイ系列の別会社からファンタジーロールプレイングゲームのキャラクターデザインを引き受けていた。以上がゲームに関するざっくりとした実績である。漫画家を目指して上京したはずが、いつの間にかゲームのキャラクターデザイナーになっていたというのが若い頃の俺の姿なのである。昔話はこの辺にして話を戻そう。この映像はアンリアルエンジンを起動した後、サードパーソンのテンプレを選択してキャラクターをインストールした状態である。この歩き回っている銀色のロボットを自分で用意したキャラクターモデルと置き換えることで動かすことができるようになる。この画面のモデルについて皆さんの意見を聞きたい。このモデルの見た目がそれぞれ異なるのはお分かりであろう。これはモデルをアンリアルエンジンに取り込む際にシェーダーという表面の表示設定をそれぞれ変えているからである。M-Toon アンリットというのが広く一般的に使われるもので、見た目がアニメのセル塗りの2段影になる。それに対してサブサーフェイスプロファイルというものがフィギュアのように立体的なグラデーション塗りで表示される。PBR は影のない暗いベタ塗りになり、UEFN は同じく影がなく明るいベタ塗りになる。この中で一番好きなものを選んで、コメント欄にその理由や意見を書いていただきたい。個人的な好みでは、影のないベタ塗りが好きだから、平面的なベタ塗りアニメ調のゲームになる予定である。だがもし、立体的に見える方が良いという意見が多いならば、変更するかもしれない。実際に遊ぶのはこのゲームを購入するユーザーだから、意見を聞きたいのである。何も意見が来なければ、背景も平面的なキャラに合わせて、リアル調ではない絵本のような世界観になるはずである。その方がデータ量が少なくなり、処理速度も速くなるのである。アクションゲームは操作性が遅いとストレスだから、なるべく軽くしたいのである。3D 作品の場合、全く同じモデルを投入しても、表面の材質表現や光の処理によって、見た目が全く異なるモデルになってしまうのが面白いところである。海外の人たちは陰影が細かく再現されている立体的な絵を好むはずだ。逆に日本人は平面的な絵を好む。その理由は、日本の屋外環境の光が弱く、薄暗くて平面的に見えるからである。それが遺伝子に組み込まれていると言われている。海外は太陽の光が強いため、影が強く出てしまい、物がはっきりくっきり立体的に見えるのである。だから外国人は、立体的に見える絵を好む遺伝子になってしまっているのであろう。それでは今回はこの辺りにしておこう。今後も不定期でゲーム開発状況を公開するので、ゲーム開発に興味がある方はぜひご覧ください。